5次元やアセンション。最近、そんな言葉をよく聞きますね。自分はアセンションの波に乗っているのだろうか。もしかして3次元のまま置いていかれるのではないだろうか。そんな風に思ったことはありますか？安心してください。実は自覚がなくても5次元の地球に暮らす人々もいるのです。5次元で輝く魂。知らぬ間にあなたの魂は次元を超えているのかもしれません。まずちょっとしたチェックをしてみましょう。5つ質問を出しますね。ご自身の胸に手を当てて考えてみてください。記憶力が悪くなった。最近悩みがない。感謝の心が溢れ出すことがある。他人との衝突がなくなった。世界は自分が想像してると知っている。心当たりはありましたか？ちなみに記憶力がなくなったのは老化のせいだと思っている方も多いのではないでしょうか。実はもっと別の意外な理由があるのです。そして全ては自分が作り出した世界という項目ですが、こちらも後で詳しくお話しします。それでは自覚がなくても5次元へアセンションした人の特徴を7つお話ししていきましょう。まず1つ目は悩みがなくなっている。5次元へアセンションした人々の特徴の中に悩みがないという素晴らしい点があります。一体なぜ悩みがなくなってしまうのでしょうか。3つの理由を解説しますね。まず1つ目はアセンションした人の心の中はとても穏やかで平和なのです。なぜなら過去や未来に翻弄されることなく、今現在の瞬間を心から愛し受け入れることができるからです。それはなぜでしょうか。アセンションした人は過去や未来は頭の中にあるということを知っているからです。今、目の前には今しか存在しません。ですから頭の中の妄想を生きるのではなく、今を生きているのです。今を生きることにより悩みが消失するのです。なぜかというと、悩みは頭の中にしかないからです。ご自身の悩みを頭に浮かべてください。思い浮かべましたか？それでは、ご自身の悩みを目の前に取り出してみてください。できませんよね。今を生きると思考は消えます。なので、悩みも消えるのです。たとえ心の中に葛藤やネガティブな感情が現れたとしても、それを無条件に受け入れることで悩みがなくなるのです。難しいですよね。ですが、訓練です。やってみましょう。アセンションした人々は悩みをコントロールするのではなく、受け入れるのです。受け入れるがキーワードですね。悩みがなくなる理由2つ目は、アセンションした人々の心は寛容であり、相手の感情や立場を理解しようとする姿勢があるからです。しかし、なぜアセンションした人は相手の立場や感情を理解しようとするのでしょうか。通常私たちは自分の感情に巻き込まれ、相手のことまで理解が及ばないということはよくあると思います。しかし、アセンションした人は自我というものが薄くなっているのです。自分の感情に巻き込まれることがないのです。いつも冷静に自分の感情を俯瞰して眺めているのです。そのため、相手の感情までもが見えてくるのです。結果的に対人関係でのトラブルや悩みがなくなり、穏やかで円滑なコミュニケーションが築かれるのです。悩みがなくなる理由3つ目は、彼らは自己成長に励み、マインドフルネスや瞑想を通じて意識を高めているからです。そのため、冷静でバランスの取れた心を保てます。彼らは無駄な心配や悩みにエネルギーを使うことなく、充実した人生を築くことができるのです。実は頭の中で回る思考。これはとてもエネルギーを使うのです。疲れやすい方は思考を止めてみることをお勧めします。自覚がなくても5次元へアセンションした人の特徴2つ目は、他人の考えを受け流すことができる。アセンションした人々は他人の考えを受け流す力を持っています。これはとても素晴らしい性質ですね。何か秘訣があるのでしょうか？まず言えることは、彼らはエゴを手放しているということです。エゴは独りよがりな視点や偏見を生じさせることがあります。
アセンションによってエゴを超えることで他人の考えを受け入れやすくなるのです。つまり自分の意見にとらわれないため、他人の考えを尊重できるのです。そして大事な点がもう一つあります。アセンションした人は考えというものに重きを置いていないのです。考えというものを重要だとは思っていないということです。なぜなら考えというのは常に移り変わる雲のようなものだからです。これはどういうことでしょうか？10年前の考えと今の自分の考えは違いますね。もっと言うと1秒前に考えたことと次に考えたことが違うこともありますね。ショートケーキを買おうとしたけど美味しそうなチーズケーキが目に入ってそれに変えたという場合などよくあることです。そんな日常の些細なことでも考えは常に変わるということを証明していますね。では、アセンションした人はどんな風に他人の考えを受け止めるのでしょうか。考えは雲のように移り変わる。もっと言えば考えというものはあるようでないのだと。そして他人の考えでさえ自分自身が作り出しているのだと。そんな風に捉えるのです。そのため他人の考えを柔軟に受け入れる傾向があります。人それぞれが異なる経験や背景を持っていると理解している。なので、それによって全く違った視点や考えが生まれることが分かっており、尊重しているのです。そして、どんなに失礼な発言をしたとしても、微笑みながら受け流すことができるのです。それは彼らには慈愛があるからです。慈愛とは何か慈愛を持つにはどうしたらよいのか、そんな疑問も生まれるかもしれません。そのことについては5つ目の項目でお伝えしますので、少々お待ちいただけると幸いです。自覚がなくても5次元へアセンションした人の特徴3つ目は、微笑みが多い。5次元へアセンションした魂の特徴の中でも、最も魅力的なものの一つです。いつも微笑んでいる人に心当たりはありますか？もしかしたらあなた自身がそうなのかもしれませんね。アセンションした人々の微笑みには深い喜びと安らぎが宿っています。その微笑みはまるで風が優しく草原を撫でるかのように人々の心を温かく包み込むのです。その微笑みに出会った人々は魅了され、心が解放されるような感覚に包まれるとも言われています。彼らの微笑みはただ優しいだけではなく、心に届く何か特別なものがあるのです。特別なものとは何でしょうか？きっとあなたにも経験があると思います。その人の笑みを見ただけで心が洗われるような感覚、またはこの人は優しい人だという直感。その人の前では悪いことができなくなる。そんな経験はありませんか？アセンションした人々は愛に満ちた存在として周囲の人々にも喜びと癒しをもたらすのです。彼らの微笑みはまさに魂の美しさが映し出されたもの。その輝きに触れることで私たち自身もアセンションの波へと誘われていくのです。自覚がなくても5次元へアセンションした人の特徴4つ目は、世界と結ばれていると感じている。世界と結ばれているとは一体どういうことでしょうか？5次元へアセンションした人々は自己の存在が大いなる宇宙と結びついていることを知っています。すべてのものとつながっていると理解しているのです。すべてのものとつながっているというのは一体どういうことなのでしょうか？私たちは通常自分の体、皮膚を境界線として自分とそれ以外という形で世界を把握しています。難しく考える必要はありません。私というものは何ですか？と問われたら、この体です。と答えるということです。この体が私だと思っているのです。しかし、よくよく考えてみると、境界線はないのです。境界線とは自分の頭の中で考えたアイデアに過ぎないのです。具体例を出して説明してみましょう。人差し指と手のひらの境界線はどこにありますか？関節の部分ですか？一般的にはそう認識されていますね。しかし、その境界線を明確にすることはできますか？
顕微鏡で覗いてみたら、どこからどこまでが手のひらで、どこからどこまでが人差し指なのでしょう。どこと言われても、となりそうですね。そう、明確な境界線は存在しないのです。そして人差し指と手のひらの境界線を認識していいのは人間だけなのです。手のひらにテントウムシを乗せたとします。そのテントウムシは手のひらから人差し指にかけて這っていきます。しかし、テントウムシの視点では境界線はありません。ここが手のひらでここが人差し指と認識していないのです。つまり、境界線は私たちが人間が勝手に作ったアイデアであり、あなたはそれを採用しているに過ぎないわけです。頭の中の妄想と言っても良いですね。妄想は実在しないので、境界線というものは存在しないわけです。つまり、すべてのものに境界線はない。境界線がないということは、すべてがつながっているということです。少し難しい話になってしまいましたね。しかし、アセンションした人々は、このことをよく理解しているのです。自覚がなくても、5次元へアセンションした人の特徴5つ目は、慈悲深い心。5次元へアセンションした魂のもう一つの美しい特徴です。慈悲とは、すべての生命を愛する気持ちです。まるで我が子のように、すべての生き物へと慈しみを持つのです。それは虫でも魚でも鳥でもすべての生命を愛するのです。彼らは慈悲深く他者を受け入れる温かな心を持っています。すべての存在を尊重し、その多様性を認めるのです。その包容力は傷ついた心を癒す力を秘めています。三次元に暮らす私たちは一体どうしたらそんな慈悲の心を持つことができるのでしょうか。慈悲の心というのは通常育てないと大きくならないものなのです。なぜかというと人間の心というのは自己を守る方向へと流れていくのです。他人への慈悲を持ちましょうといったところで実はとても難しいのです。例えば筋肉は何もせずに寝て過ごしていたらどんどん衰えていきますよね。筋肉をつけたければどうしますか？そうですよね。筋トレをしますね。そして一度のトレーニングでは筋肉はつきませんね。慈悲の心はそれと同じようなものなのです。たくさん実践していかないとなかなか慈悲の心は育たないのです。実践とは何でしょうか？最初は嘘でも構いませんので、他人の幸せを願うことから始めましょう。次第にあらゆる生命へ慈悲の心を広げていくのです。慈悲の心が無限大にまで膨れると、あなたは5次元どころか悟りに至ります。ぜひあなたの中の優しい心を育ててくださいね。自覚がなくても5次元へアセンションした人の特徴。6つ目は記憶力が悪くなる。5次元へアセンションした人々の中には記憶力が変化する現象が見られることがあります。5次元にいるのにアセンションした自覚のない人は最近記憶力がなくて困った。すぐに物事を忘れてしまい自分が怖くなるなどと思っている人もいるかもしれません。老化や何かの病気によって記憶力がなくなったのだと。もちろん本当に老化によるものかもしれませんが、アセンションによるものもあるのです。なぜアセンションすると記憶力が悪くなるのか、その理由を3つ述べていきましょう。1つ目の理由は、アセンションした人々は過去のトラウマや未来の不安から解放され、今この瞬間に意識を向けています。今この瞬間のことしか見ていないのです。すると記憶を思い出す機会がありませんね。思い出す機会がないということは、記憶はどんどん薄れていくということです。2つ目は、アセンションによってより高次元の意識にアクセスできるようになります。高次元の情報や理解を受け取ることに集中することで、物質的な情報に対する興味が減少するのです。つまり、現実にあまり興味がなくなるのです。興味のない出来事を記憶することは難しいことです。そのため、アセンションすると記憶力が鈍るのです。
三つ目は、アセンションにより私という感覚が薄くなり、自我が機能しなくなるからです。実は、記憶とは自我により構築されるものなのです。私というものを主体として、様々な出来事を集合させ、一つの記憶を作り出すのです。どういう意味かわかりやすく説明しますね。基本的に生まれたての赤ちゃんは記憶を作り出すことができないのです。なぜなら概念がないからです。これはベビーベッド、これはガラガラの音、などという考えがありません。それはそうですね。何も知らずに生まれてくるのですから。では、赤ちゃんの見える世界はどんな世界ですか？概念のない世界は、ただ一面に広がる色のサイト音、そして肌の感覚、自分の中に起こる不快や快の感覚、そういったことを感じているだけなのです。自分という感覚もまだありません。世界は一つなのです。そこでママが赤ちゃんに可愛いと話しかけたとします。大人になった私たちは、ママが赤ちゃんに可愛いと言っている、と一つの物語を作り上げますが、赤ちゃんはどうでしょうか？色と音しか認識しないとしたら、記憶として残るのでしょうか？記憶を頭の中に保存しておくことができるのでしょうか？記憶というものは、私というものが強く現れた時に、頭の中に保存されるのです。自分がとても悲しんだ経験は忘れられませんね。自分がとても怒った経験も忘れられません。記憶を作り出すのは私なのです。私というものがいなくなった場合、記憶というものは形をとどめることができないのです。アセンションした人々は赤ちゃんのように記憶を持ち運べなくなるのです。自覚がなくても5次元へアセンションした人の特徴7つ目は、その前にここでお知らせがあります。このチャンネルでは5次元やアセンション、覚醒の分野を扱っています。今後もこの分野の解説動画を上げていく予定ですが、これらの分野に興味関心がある方はどのくらいいるのでしょうか？興味がある方はいいねボタンを押し、この動画の画面を開いたままチャンネル登録していただけると、こちらも数が把握でき、今後のコンテンツの参考になります。需要が多いのであれば、もっとたくさんの動画を出していきたいと思っております。そして一人でも多くの方が気づきを得て5次元へ移行、または覚醒することを願っています。このチャンネルがそのお手伝いをできれば幸いです。自覚がなくても5次元へアセンションした人の特徴7つ目は、自分が現実を作っていると知っている。5次元へアセンションした人々は自らが現実を作り出していることを深く知っています。彼らは思考と感情のエネルギーが周囲の世界に影響を及ぼすということを知っているのです。これは一体どういうことでしょうか？3次元にいる私たちは自らが現実を作り出していると言われても否定したくなりますね。自分で作っているならもっと素晴らしい現実にすると言いたくなりますよね。しかし自己が現実を作り出すことは紛れもない事実なのです。そしてとても簡単で当たり前で誰にでも開かれているのです。このことを言葉で説明するのは難しいのですが、チャレンジしてみますね。目の前のスマートフォン、それを作り出したのはあなたです。例えば、スマートフォンにテントウムシが止まりました。テントウムシはスマートフォンに止まったと思っていますか？いませんよね。概念がないのですから、あなたが今手に持っているものをスマートフォンと決めたのはあなたです。みんながスマートフォンというので、そのアイデアを採用したのです。このように人間は概念、頭の中で物があると決めているのです。すべての物事に境界線を自らつけているのです。同様に私というものも概念で境界線を決めています。そもそも私というものは存在しないのです。私というのはただ頭が作り出した概念に過ぎないという意味です。そうは言っても私はここにいます。と言いたくなりますね。でも立ち止まって感じてみてください。そこにいるのは私ですか？
それとも私がいるという感覚ですか？私というものは実在しないのですが、私がいるという感覚があるのです。この感覚ゆえに私は存在すると考えてしまうわけです。話がややこしくなってしまいましたね。このあたりはとてもディープな内容なので、知りたい方は少ない気もします。知りたい方はコメント欄に質問を書いてくださいね。要望が多ければ別の動画で解説させていただきます。つまり、すべては私の頭の中で作り出した概念が現実に投影されているということです。なんとなくニュアンスだけ感じ取ってもらえれば幸いです。3次元にいる私たちはこのことに気づかないのです。なぜでしょうか？それは自我のシステムにより思考の罠にはまり抜け出せなくなっているからなのです。抜け出す方法はどんなものなのでしょうか？それはとても簡単なこと。思考という雲がなくなれば、そこには真実という光が見えてくるのです。できるだけ思考を止め、今していることに意識を向けましょう。頭ではなく感じるのです。どうぞ、この明らかな真実を自分自身で確認してください。アセンションした人々は、一見どこにでもいそうな人かもしれません。自分で5次元にいると気づいていないかもしれません。ですが、明確に昔よりも悩みがなく、苦しみもなく楽に過ごせているのです。5次元に興味がある方は、こちらの動画もおすすめです。興味がありましたら、ご視聴くださいませ。以上、この番組の運営者、ナナヤンがお送りしました。